はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら QCY の T18 メロバッツという完全ワイヤレスイヤホンをレビューしていきたいと思います。QCY っていうですね、このブランドは聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ゲオがですね、完全ワイヤレスイヤホンを何個か出していると思うんですが、そのゲオの完全ワイヤレスイヤホンもこの QCY が作ってゲオブランドとして出しているというものになっているので、ゲオが認めた品質をですね、誇るイヤホンとなっています。この T18 はですね、ノイキャンや外音取り込みなんかは入っていないモデルになるんですけども、音質がですね、素晴らしくて、今だとですね、実売価格6000円弱で購入できるのに、スナップドラゴンサウンドが搭載されていて、音質がですね、素晴らしいモデルになっていますので、安くてですね、ノイキャンいらないっていう方にはですね、とてもですね、おすすめのイヤホンになっています。この T18 は QCY さんからお声掛けいただきまして、商品は提供いただきましたけども、金銭の授受は一切ありませんし、気になるところもですね、しっかり言ってもいいということでしたので、今回もガチレビューでやっていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしてますので、気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで QCY T18 メロバッツのスペックや価格をご紹介していきたいと思います。こちらはノイキャンや外音取り込み、ワイヤレス充電には未対応のモデルとなっていまして、片耳のイヤホンのみでの使用は可能となっています。Bluetooth のバージョンは 5.2。対応コーデックは SBC、AAC、aptX アダプティブにも対応しています。96kHz24 ビットの aptX アダプティブに対応していますので、ワイルドソートの音源も再生することが可能になっています。ドライバーは10ミリのダイナミックドライバーが搭載されています。5分間充電で最大1時間再生可能な急速充電にも対応してますね。バッテリー持続時間なんですけども、イヤホン本体が最大7時間、イヤホンケース併用で最大30時間となっています。サイズはですね、測定したところこんな感じになりました。カラーは今回ご紹介するホワイト一色となりますね。重量はこんな感じで、ケースプラス本体もイヤホン本体もですね、かなり軽い方で、一般的な完全ワイヤレスイヤホンに比べると軽い部類のイヤホンになっています。イヤホンの防水規格は IPX5、充電ポートは USB-C です。保証期間は1年間となってますね。その他としましては、冒頭でもご紹介した通り、スナップドラゴンサウンドに対応していますし、アプリによるファームウェアのアップデートとか、イコライザー設定にも対応しています。で、ゲーミングモードなんかも搭載されていますので、ゲームをしたいという方は、そちらを入れるとですね、画面と音のですね、遅延が少なくなるというものが搭載されています。価格なんですが、Amazon ですと、通常だとですね、7980円となっているんですけども、現在ですと2200円オフのクーポンが表示されていますので、それを適用していただくと、5780円で購入することが可能となっています。はい、それでは外観やデザインについて見ていくんですけども、イヤホンケースはこんな感じで卵型みたいな形のケースになっています。表面はですね、今ライトが映り込んでいると思うんですけども、ツルツルしていて、こんな感じの光沢があるイヤホンになっています。ツルツルしていると言っても、滑ってですね、手から落っこっちゃうってことはないと思いますので、その辺は安心していただければと思います。で、表面にはこんな感じでインジケーターがついているのと、下の面に USB-C の充電ポートがあります。こちらはワイヤレス充電には対応していないので、こちらからですね、充電することになります。で、サイドに行くとこんな感じでですね、QCY と入っているシルバーの部分があるんですが、こちらデザインじゃなくてこちらボタンになっていて、こちらですね、リセットボタンになります。イヤホンケースを開けるとこんな感じですね。結構片手でもですね、簡単に開けられるケースになっていて、これはやりやすいなと思います。イヤホンケースとイヤホン本体のマグネットの強さもチェックしていきますけども、まずはケースを閉じた状態で大きく振ってみると、めちゃくちゃですね、思いっきり振ると若干開いてしまう感じはあるかなっていうぐらいですね。そしてケースを開けたまま振ってみると、こんな感じでイヤホンは外れてしまいますので、あまりですね、雑に扱わないようにしていただいて、カバンの中でもしっかりとですね、収納しておいていただけるといいんじゃないかなと思います。ちなみに AirPods Pro と比べると、ケースはこんな感じで、若干 T18 のが分厚いですけども、これでも十分薄いので、ポケットの中にでも十分入るくらいかなと思います。前から見るとこんな感じですね。そしてイヤホン本体なんですけども、こんな感じになっていて、スティック型のイヤホンになっています。この下の部分に QCY と入っていて、今ここ光っていたと思うんですけども、インジケーターが搭載されています。横に行くとこんな感じですね。ちょっとここの部分がですね、完全に丸くなっているということは若干ですね、角張っているような感じです。裏に行きますとこんな感じになっていて、AirPods Pro みたいな形ですね。ノズルの先端はこんな感じの楕円形になっていますので、サードパーティー製のイヤーピースだとちょっと付けづらいかなっていう感じになっています。このスティック部分がですね、こんな感じで、スティック付いているものって結構丸いものが多いんですけども、こちらは台形というかですね、こういう感じになっていて、こ
のですね、外側なんかはちょっと角張ってるように見えるかなと思いますね。で、AirPods Pro と比べてみるとこんな感じになっていて、スティックもですね、幅はこの T18 のがありますけども、長さ的には AirPods Pro とほとんど変わらないぐらいのスティックになっていて、そんなにですね、イヤホンを耳につけても目立たないかなと思います。裏から比較するとこんな感じですね。結構見た目は似てるような感じのイヤホンになってますね。はい、続きまして付属品について見ていくんですけども、付属品はですね、こんな感じになっていて、まず説明書ですね。こちらが多国籍言語で書かれているんですけども、6ページにわたって日本語で書かれています。日本語もですね、不自然なくて読みやすいんじゃないかなと思います。で、こちらですね、USB-A という USB-C のケーブルが入っていますね。そしてイヤーピースがこんな感じに入っていて、こちら S と L が入っていて、M はもともとイヤホンに装着されてますので、合計3サイズのイヤーピースが付属しています。こちらのイヤーピースも結構弾力があって、肌触りがいいイヤーピースになってますね。結構安いイヤホンだとペラペラのですね、すぐ破れちゃいそうなイヤーピースも結構多い中で、これはしっかりとしているなっていう感じがしますね。はい、続きまして装着感についてなんですけども、装着感はですね、このスティック型の完全ワイヤレスイヤホンということでかなり軽くつけられますし、このイヤーピースのですね、肌触りがかなりサラサラしているというか、いい感じで、インナーイヤー型のイヤホンのようにですね、耳に引っ掛けているだけのような軽い感じがあって、とてもですね、快適につけられます。一方で、カナル型特有の耳の中にですね、スポッてはまって耳に密着するっていう感じがないので、とにかく耳にですね、ピタッと密着させたいっていう方だと、ちょっとですね、しっくりこない感じはあるかもしれないですけども、インナーイヤー型だと耳から落ちちゃうのが心配だけども、密着してですね、ちょっと重たい感じになるのが好きじゃなくて、軽めにつけたいっていう方だととてもですね、いいんじゃないかなと思います。長時間つけていても耳が疲れないので、そういう部分ですね、かなりいいんじゃないかなと思いますね。バッテリーもですね、最大7時間持ちますので、テレワークとかでずっとですね、イヤホンをつけっぱなしにしたいっていう方ですと、かなりですね、向いてるイヤホンになっています。装着したところを写真で見るとこんな感じに見えるんですけども、このスティック部分がですね、丸い感じじゃなくて、ちょっと角張っている形になるので、こんな感じの見た目になりますが、スティックの長さはですね、ここ測ったところ 17.6 ミリとかだったので、そんなに長くなくて、そんなにですね、耳からビヨーンってですね、うどんがめちゃくちゃ長く伸びてるって感じでもないかなと思います。QCY のロゴもですね、濃くですね、入っているわけではないので、目立ちづらいですし、つけていてですね、違和感がある見た目にならないかなと思います。この装着したところもですね、かなり余裕がある感じで、この辺なんかもちょっと隙間がですね、空いてるのがわかると思うんですけども、耳につけていってですね、私の右耳はですね、成人男性にしては若干小さい方ですが、それでもですね、余裕でつけられますし、長時間つけていても全然外したくなるような感じじゃなくて、長時間つけていることが可能となっています。前から見るとこんな感じに見えるんですけども、スティック部分がですね、そんなに顔から外側にはみ出てる感じじゃないので、そこまでですね、前から見ても変な感じでは見えないかなと思います。スティックと頬の部分がですね、めちゃくちゃ開いちゃってるわけでもないので、アクセサリーとかですね、マスクの紐とかが前から来た時にそんなにですね、引っかかっちゃってイヤホンが落ちてしまうってことはないんじゃないかなと思いますので、こちらもいいんじゃないかなと思いますね。続きましてアプリでのカスタマイズ性について見ていくんですけども、アプリはこちらですね、そのまま QCY というアプリがあって、そちらでカスタマイズを行うことができます。カスタマイズできる項目を一通り見ていくんですが、まず左と右のイヤホンのバッテリー残量がわかるのと、こちらですね、音声の部分ではイコライザー設定ができます。デフォルトのサウンドから、ポップ、ベース、ロック、ソフト、クラシックというプリセットが5つ用意されているのと、カスタムでですね、こんな感じで10バンドでいろいろいじることが可能となっています。後でご紹介もしますけども、ちょっとイコライザーはですね、いろいろ調整はできるんですが、私はですね、このデフォルトの音っていうのがすごく綺麗だなと思っていて、他のプリセットになっちゃうとなんか音がこもっちゃうというか、なんかあんまりピンとこなかったですし、カスタムもですね、10バンドでいろいろできるんですけども、大きくこうですね、上げたり下げたりしても、他のイヤホンに比べると変化が分かりづらいっていうのがあって、このイヤホンを私が使うんだったらデフォルトのまま聞くのが一番いいかなと思っています。それから設定の部分でカスタマイズをすることができるんですけど、まずタッチ操作のカスタマイズですね。1回タップ、2回タップ、3回タップのこちらがそれぞれですね、コマンド変更することができて、デフォルトだとこんな感じになっていて、1回タップは無効になっているんですけども、こちらですね、1回タップも入れればいろんなことができるようになります。例えば1回タップで再生一時停止にして、2回タップで曲送り曲戻し、
それが3回タップで音量の上げ下げというのをすればですね、こんな感じでですね、一通り好きなことができますし、この1回タップの片方をゲーミングモードにしておけばこんな感じで、6コマンドですね、全て個別に設定することができますので、必要な操作はですね、全て行うことができるかなと思いますね。で、こちらですね、ヘッドセットを探すという機能があって、こちら GPS を用いて、最後に接続が切れたところの GPS のですね、位置を覚えておいて、ここにイヤホンがあるんじゃないかっていうのを教えてくれる機能になります。これからゲーミングモードですね。低遅延モードがこんな感じでオンオフをアプリからも行うことができます。で、ファームウェアのアップデートがあればアップデートですね、こちらからすることができますね。アプリでできることはこれぐらいで、めちゃくちゃですね、いろんなことができるというものではないんですけども、必要な機能はですね、十分できるかなと思います。このイヤホンはノイキャンや外音トリコについてないので、その辺の設定なんかはありませんが、イコライザー設定ができたりとかですね、タッチ操作のカスタマイズもしっかりとですね、6コマンド全てです変更できるという部分はいいのかなと思います。はい、ということで、肝心の音質についてなんですけども、こちらですね、ノイキャンや外音取り込みがついてないモデルで、このイヤホンは音楽をですね、純粋に楽しむモデルにはなっているんですけども、音質はですね、素晴らしかったですね。今だと6000円弱で購入できるイヤホンの中では一番ですね、音質素晴らしいなと思いました。解像感とかですね、分離感なんかもしっかりしてますし、あと音倍音量なんかはちょっと広くて、耳にイヤホンつけているとめちゃくちゃ広くて、コンサートホールでですね、音が響いているというような感じじゃないんですけども、耳の周りにふわっとですね、広がるような感じがして、音の定義感なんかもですね、素晴らしかったので、めちゃくちゃ音楽聴きやすいですし、とてもですね、気持ちがいい音が聴けるなと思いました。なるべくですね、1万円以下でノイキャンや外音取り込みなくていいから音質重視のイヤホン欲しいって言われたらこちらですね、めちゃくちゃおすすめできるなと思いまして、ちょっとですね、びっくりしましたね。音域としましては、やっぱりですね、若干低音域がですね、強いかなって感じはするんですけども、低音がとにかく強くて、アンカーとかみたいに低音ばっかりが強くなっちゃってて、ちょっとしんどいなっていう感じの低音ではないですし、めちゃくちゃ気持ちが良い低音になってます。低音のアタック感はしっかりありつつも、あまりそこだけ主張しすぎずに、いい感じのバランスが保てている低音になっていて、このバランスが好きな方っていうのもですね、かなり多いんじゃないかなと思います。高音域のシンバルだったりとか、中音域のですね、ボーカルの音なんかっていうのも、音の余韻なんかもですね、しっかりと聞こえてきますし、そういうですね、細かい音を聞きたいっていう方でも十分ですね、楽しめるイヤホンになってるなと思いました。ただノイキャンとか外音取り込みが入っていないので、そういうですね、音の余韻みたいなものっていうのは、外がですね、ざわざわしているとそういう部分ちょっと聞こえづらいんですけども、家の中とか、閑静なですね、住宅街なんか歩いている時なんかですと、音楽の世界に没入させてくれる綺麗な音質をしているなと思いましたね。スナップドラゴンサウンドに対応しているので、ハイレゾ音源もですね、聞くことができますし、なるべく安く音質をですね、重視したいって方にはおすすめになってます。で、続きまして操作感についてなんですけども、操作はですね、この辺がタッチセンサーになっていて、ここをですねタッチすることによって操作することができます。で、タッチセンサー部分はそんなに大きくもないですが、めちゃくちゃ小さいっていうわけでもなくて、タッチはですね十分できるんですけども、操作した時の操作音っていうのが発生しないので、そういう部分がちょっと分かりづらいかなと思いました。ダブルタップするとデフォルトだとですね、音楽の再生一時停止になるんですが、そこがタッチした時に、ポンポンってですね音が鳴ったりしないので、その部分が分かりづらいかなとは思いましたね。それ以外に関しては、先ほどアプリのところでもご紹介した通り、1回タップ、2回タップ、3回タップがそれぞれ個別にですね、操作コマンドの設定もできますし、この意見や外音取り込みがない分、再生一時停止、次の曲前の曲、音量の上げ下げ、それからゲーミングモードのオンオフなんていうのが6個のコマンドですね、しっかりと全てできるので、そういう部分はいいかなと思いました。タッチした時のですね、操作音がないっていう部分以外はですね、十分いい操作感になってるかなと思いますね。はい、それではレビューの最後としまして、通話品質なんですけども、こちらはいつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらは QCY-T18 メロバックスとスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話品質もですね、なかなかいいんじゃないかなと思いました。少し、機械音っぽさは感じるかなと思うんですけども、低音なんかもしっかりと入ってまして、違和感はですね、そんなにないのかなと思いますし、十分テレワークなんかで会話しても、相手の人はですね、そんなに違和感を感じることもなく、しっかりとですね、通話できるかなと思いますね。バッテリー時間もですね、7時間持ちますので、テレワークなんかで音楽を聴きながら、必要な時はこちらでですね、オンラインミーティングとか会話をするって方もめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いました。通話も十分ですね、できるイヤホンになってますね。
はい、ここまで QCY-T18 メロバッツのレビューを行ってきたんですけども、ここからは気になった部分についてご紹介していきたいと思います。まず気になった部分の一つ目なんですけども、先ほどもですね、操作のところでご紹介しましたが、このメロバッツはタッチセンサー式になっていて、この辺をですね、タッチすると操作することができるんですけども、タッチした時に操作音が鳴らないので、操作がうまくいったかっていうのはちょっと分かりづらいんですよね。ダブルタップで再生一時停止がですね、デフォルトでできるんですけども、再生一時停止だったらもちろんタップしてですね、失敗していたら何も起こらないし、成功したら再生になったり一時停止になったりするということで、分かるといえば分かるんですけども、ちゃんとですね、タッチセンサーをタッチしたかどうかっていうのが分かるようなですね、操作音があると個人的には嬉しいなと思いました。その操作音が音楽の邪魔になるからいらないって方もいらっしゃるみたいなんですけども、個人的にはですね、音楽の邪魔にならない程度で操作音が鳴るとありがたいなと思いましたね。この操作音が鳴らないっていうのは、そのタッチした瞬間もそうなんですけれども、他のイヤホンであるような2回タップした後に認識された後にプッて音が鳴るとかですね、そういうのもないので、操作音は鳴らないということは認識しておいていただければと思います。はい、続きまして気になった部分の2つ目なんですけれども、2つ目も先ほどですね、アプリのところでご紹介した通り、こちらですね、QCY というアプリでイコライザー設定ですね、こちら設定することができて、デフォルトから5つのプリセット、そしてカスタムとしてこのような感じですね、10バンドでイコライザー設定することができて、これはですね、とてもいいポイントではあるんですけども、このイコライザーがですね、他のプリセットにしたりとかカスタムなんかにすると音がちょっとこもっちゃうような感じがして、あんまりですね、調整しても効果を実感しづらいというか、デフォルトがやっぱりいいなと思っちゃうというのがあって、あんまり自由に自分でいじるよりかはデフォルトで音楽を聴くのをお勧めします。こちらですね、他のイヤホンみたいに柔軟にいじれるような仕組みは搭載されているものの、あんまりですね、効果が実感できなかったので、その辺がですね、ちょっと気になったかなと思いました。ですので、自分でですね、とにかく低音がですね、強いモデルがいいとか、そういう方ですと、このイヤホンはですね、低音強めではあるものの、めちゃくちゃですね、低音アタック感が強くて、どんどんですね、音が鳴っているという感じではないので、イコライザーで調整しようと思っても、思った通りの音にならないというか、そういうことがあるかなと思いました。デフォルトでですね、めちゃくちゃこの価格帯のイヤホンでしたらいい音だなと感じましたので、デフォルトのままで私はですね、いじることなく使っていけば十分かなと思うんですけども、とにかくイコライザーでガチャガチャですね、いろいろいじりたいという方にとってはちょっとですね、不満が残るかもしれないですね。はい、そして3つ目のですね、気になった部分なんですけども、このイヤホンはスティックがですね、角張ってるというか、下から見るとこんな感じで、台形みたいな感じでですね、イヤホンケースにこうしまうときにちょっとでも角度がずれるとですね、こう入らないんですよね。しっかりと穴の角度とスティックの角度を合わせて入れないとはまらないというものになっています。しまおうと思ったときに前を見ながらこう入れようとするとうまくはまらなくて、ちょっとやりづらいなというのがありましたね。他のスティック型のイヤホンですね、例えば AirPods Pro なんかですと、このスティック部分は円形のですね、丸いので、ちょっとですね、ずれたとしても、とりあえずは入れれるのでいいんですけども、この T18 はちょっとでもですね、角度がずれてると、もちろんうまくはまらなくて入らないということで、ちょっと入れづらかったですね。明るいところで目で見ていれば簡単に入るんですけども、ちょっと暗いところだったりとか、イヤホンを耳から外して前を見ながら収納しようとするとちょっとですね、うまく入らないっていうことがあるので、この辺がちょっと気になったかなと思います。細かいところなんですけどね、実際に使ってみないとわからない部分だと思うのでご紹介させていただきました。はい。ということで、今回ですね、QCY-T18 メロバッツのレビューを行ってきました。このイヤホンですね、QCY のブランドって私もですね、すごく昔にですね、この完全ワイヤレスじゃなくて、普通のワイヤレスですね、使っていたことがあった気がしたんですけども、その時はですね、安いからっていう理由だけで使っていたんですが、今回ですね、改めてこちらですね、T18 を使ってみて、音質ですね、かなりレベルが高いなと思いましたね。ノイキャンや外音取り込みはないので、もちろんですね、外の音っていうのはかなり入ってきますし、そういうですね、ノイキャンを入れてですね、静寂の中で音をですね、楽しみたいっていう方にはもちろん向かないんですけども、なるべく安くていい音で聞きたいという方でしたらかなりお勧めできるなと思いました。Amazon での通常価格ですと7980円ということで、めちゃくちゃ安いっていうわけではないんですけども、そこからですね、クーポンを使えば5780円という価格で買えるので、それだったらですね、かなりコスパいいんじゃないかなと思いました。バッテリー持続時間もですね、最大7時間とか持ちますので、通勤通学だ
だけではなくて、在宅勤務されている方とか、オンラインでですね、授業を受けている方っていう方なんかですと、外の騒音なんかはそこまでですね、大きくないでしょうし、BGM 的に音楽を綺麗な音でかけながら、必要な時にオンライン会議とか通話なんかも十分ですね、できるということで、かなり活用はできるんじゃないかなと思います。かなり装着感なんかも軽くて、イヤホン本体の重量そのものも軽いので、そういう部分でも長時間つけていても耳が痛くなるとかですね、そういうこともありませんし、そういう部分もとても良かったかなと思います。気になった部分もですね、ちょこちょこあったんですけども、今回ご紹介したようなですね、気になった部分を許容できる方であれば、十分ですね、買いなイヤホンだなと思ってですね、いい意味でちょっとびっくりしたイヤホンになってましたね。ぜひですね、気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画をアップしてますので、気になる方はこれからもチェックをお願いします。それから私はブログもやってまして、ブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしてますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。